ここは地獄じゃない。私はタイムスリップした。キアチュウはどこ？おかしいな。この男の服装、どうしてこんなに変なんだ。こっちから見れば、あなたたちの方が変だよ。彼、私の心の声が聞こえる？何？無駄口はやめろ。彼は私たちを全部見てしまったんだ。ぶっ殺せ。実は、私はかわいそうな盲人で、何も見えないんです。嘘つき、痴漢じゃないって言ったくせに。さっきはちゃんと見えてたじゃないか。実は、私は間欠性の眼毛で、さっき強い光が。あまりにも眩しすぎて、だから、何も見えなかったんです。まだ言い訳する気か。ぶっ殺せ。このクソ野郎、ぶっ殺せ。待て。この男、もしかして何か特別な力があるのでは？兄上、我が国は毒を持って人を従わせる。たとえ彼にどれだけの才能があろうと。それでも痴漢には変わりない。無駄口はやめろ。ぶっ殺せ。今回は本当には。銭湯で人が死んだら、縁起が悪すぎる。やっぱり役所に突き出すのがいいと思う。姉上の言う通りだ。者ども、早く連行しろ。はい。はい。行くな。陛下、万歳。国士のおっしゃったのは、この方角ですか？星の動きに異変あり、衛星の傍らに突然補佐星が現れた方角は、まさにここを示している。人の世の銭湯に、天から大いなる才能が降ってくるはずがない。陛下、天から大いなる才能が降ってきたとしても、やはりお風呂には入るでしょう。しかも、達人は往々にして民間から現れるものです。キアチュウ、助けて。大感謝、陛下の余命をお前ごときが呼び捨てにするとは。陛下、キアチュウ、私です。私です。不届き者、これ以上でタラメを言ったら、ぶっ殺すぞ。待て。まさか彼が国士の言う天下りの王妻とは？彼女は本当に女帝で、天下りの王妻を探していたのか。それならば。いや、まだどうかしたが。もし彼が本当に国士の言う天下りの王妻なら、我が国は、繁栄する運命にあるのか？陛下、私はウヤン、宮殿の上より参りました。縁あってこの世に落ちてきたのです。今日陛下にお会いでき、人生の知識を得た思いです。彼は本当に天命の王妻なのか。あり得る。先生、この世でお会いできたのは縁ですね。よし、女帝に重用されれば、この世で、才能を存分に発揮できるぞ。待ちなさい、このフラチシャメ。陛下。この男を信じてはいけません。彼はフラチシャです。さっき女性の入浴を覗いていたところを捕まえました。今、役人に引き渡そうとしているところです。そんなことが？陛下、ばあさんの言う通り、この男は素性が怪しいです。身なりもだらしなく、道徳心も欠如しています。厳罰に処すべきです。ならば、天下りの王妻ではあるまい。陛下、民意に従い、人心を得るのがよろしいかと。彼は本当に天下りの王妻なのか？違えば、切る。まずい、キアチュウよキアチュウ。俺はお前の恋人だ。恩を仇で返すと花。陛下、彼は本当に天下りの王妻なのか。試してみては？試す。ちょうどいい。陛下、私は天下りの王妻、文曲星の生まれ変わりです。何事も見た目だけで判断してはいけません。中身を見てください。疑うなら試してみてください。先生、私はもちろんあなたを信じております。しかし、世間の口を塞ぐのは難しい。先生が天より来られたなら、私の疑問を解いてくださいますか？陛下、どうぞおっしゃってください。お二人とも一問ずつ出してください。では私から、天には星がいくつあるか。良い質問だ。天から来たと自称するなら、簡単に答えられるはず。もし彼の答えが、納得のいくものでなければ、偽物に間違いない。キアチュウよキアチュウ。本当に俺を殺す気か。先生、お答えは？天下りの王妻だって？彼には答えられない。死を待て。たとえ独身術があっても、今は答えられまい。天の星の数は、この川の流れる砂のごとく、数えきれぬほど多し。具体的な数が欲しいんだ。宇宙の広大さは無限で、果てがないことを知らないかもしれない。空の星を数えるのは、ロートで海水を測るようなものだ。全く意味がない。本来の純粋な壮大さも失われている。言い逃れだ。黙れ。先生のおっしゃる通りです。陛下、彼は明らかに答えを出していません。答えられなかったのです。陛下、
厳しく罰してください。黙れ。知恵遅れだけが砂を数える。本当の賢者は空の星を数えたりしない。それは全く意味がないからだ。陛下はお見通しです。そんな大声で話したら答えが聞こえてしまう。第2問。1、2、3、4を組み合わせて、最も大きな数を作れ。答えてください。これ、簡単すぎるじゃないか。サービス問題だろ。このばあさんでもできるぞ。簡単か？よく考えて答えろよ。4321じゃないのか。違う。正解は、2の3の41次乗だ。ありえない。この答えを知る者は少ない。彼は盗み聞きしたに違いない。そうだ、彼は盗み聞きしたに違いない。陛下、厳しく罰してください。陛下、この答えは正しいです。国士が言うように、天が授けた王祭です。陛下、さっきこの小僧が言うのを聞きました。彼が答えを盗み聞きしたと。そう、さっき私たちが答えを言った。一回盗み聞きされたが、犯人は恥ずかしい。これは彼の真の実力ではない。陛下、厳しく罰してください。先ほど私たちは答えを言っていません。陛下、厳しく罰してください。黙れ。先生、陳にもう一問ある。聞けばわかる。陛下、どうぞ。先生、夢解きはできるか？夢解き？陳はよく奇妙な情景の夢を見る。どういうことかわからないがちょうどいい。試してみよう。彼が本当の賢者かどうか。これが若様に逆らった末路だ。はい、大将間もなければ、ギア中にはこれらの記憶が残っている。やはり彼女もタイムトラベルしてきたのか。ただ、彼女の脳の損傷はひどく、記憶を失っている。いずれにせよ、この世では、必ず彼女を大切にし、ギア中を守る。先生。陛下の夢に、ウヤンという人物はいませんか？もう一人、ナツショという者がいます。大胆な。この人は、陛下と前世で縁があったのでしょうか？根拠もないのに、でたらめを言うな。妖月、下がれ。先生、続けてください。まだ。4人の国威の者。先生、どうしてご存知なのですか？まだ。奇妙な車。その通りです。まさか、先生こそが私の夢に出てきた無言？先生、これはどういうことですか？本当？嘘でしょ？全部当てられたなんて。ありえない、ありえない、そんなバカな。夢って、そんな風に解釈できるものなの？陛下、夢は夢にあらず、花は花にあらず。ここは人が多い。天気は漏らすべからず。こいつ、まさか占い師だったのか。よくもまあ、よく演技するな。では、先生、宮中へお越しいただいてお話ししませんか？願ってもないことです。どういうこと？これで罰しないの？まさか陛下、彼に気があるの？黙れ。陛下のご判断は、誠意に従うのみ。我らが勝手に議論すべからず。はいはい、ご気が、宮中へ戻ります。早く先生に席を。先生。さて、夢のことを詳しくお聞かせ願えますか？ふむ。天気は漏らすべからず。皆、下がれ。妖月、お前も下がれ。陛下に無礼を働いたら、ただではおかないぞ。ああ。何度も脅かすなよ。脅しで育ったんじゃないんだから。無礼である。先生、お気になさらず。さあ、お話しください。陛下、本当に以前のことをお忘れですか？先生、何のことをおっしゃっているのですか？では、一人の古い友人の物語を。先生、どうぞお話しください。ふむ、かつて。私には睾丸の知己がいました。彼女の名も、カショ。彼女は私にとてもよくしてくれました。しかし、私は彼女を裏切ってしまいました。そのせいで、彼女は邪悪な勢力に害され、記憶を失ってしまったのです。まさか。ありえない。陛下の夢は、他人に話したことがありますか？ありません。
しかし、陳もあなたには話していない。では、それは私と陛下の共通の経験だったというしかありません。信じがたい。先生、もうおっしゃらないでください。陳は眠い。また後で。はい。誰か来い。先生を管理員に宿泊させ、手厚くもてなし、怠慢は許さぬ。はい。失礼します。八百ゆえ。国司はどこにいる？陛下、国司は門外でお待ちです。よろしい。早く国司に3台を願え。陛下、国司の3台を選します。陛下、ご検証で。国司、例は結構。あの男は確かに行動が怪しい。陛下のお話は確かに奇妙です。国司も奇妙だと思うか？だから言ったでしょう。あの男はただの色男で。天から降ってきた大才であるはずがない。世の中には才能ある異能の人も、たくさんいますからね。国司はどう思う？この者をどう処置すべきか？陛下、天下りの大才は我が国の運勢に関わります。秦は思いますに、今は人材を必要とするとき、もし彼が真に大才ならば、重用すべきです。国司、もう一度彼が名実愛伴うか試してみては。そうだ、彼が本当に実力があるかどうか見てみよう。私はもう占った。もう占う必要はない。この者は陛下にとって害はなく、二心も絶対にない。陛下は安心してお使いください。国司は、この者にどんな職務を担当させるべきだと思うか？もし陛下が本当にこの者の才能を試したいなら、まず彼を管理員に行かせてはどうでしょう。あそこは一見清らかで尊いが、実は様々な勢力の目が交錯し、情報が集まる場所です。彼がそこで足場を築けるかどうか見てみましょう。大胆な。どこから来た野郎か、品も位もないのに。我が管理員に勝手に入ろうとするとは。お前は何品だ？私は堂々たる関林院学士。正三品だ。おや、たったの3品か。随分と偉そうだな。生意気な奴め。不届き者。3品でもお前には及ばぬ交換だ。この間の前に、ひざまずかないのか。私は天にひざまずき、地にひざまずき、父母にひざまずく、雑魚にひざまずくものか。大胆だな。俺が一声かければ。お前の足を叩き折れるぞ。これが関林院学士の姿か、知っているのか。民、死を恐れず、何をいて死をいてこれを恐れしむ。本当に死にたがっているな。者ども。こいつの足を、叩き折って追い出せ、はい。やめろ。お前は誰だ？これを知っているか？下官、罪を認めます。おやおや、堂々たる三品大学士も。恐れる時があるのか。力様、こちらは陛下。小川のご栄長、長月様。そしてこちらは、天より降りた王妻、五元様。まだ官位は定まっていませんが、将来は限りなく明るい。失礼しました。陛下の口伝を伝える。五元はしばらく管理員に滞在する。上下ともに丁重にもてなし、怠慢は許さぬ。謹んでお受けします。立ちなさい、大学士、しっかりと弟子をしつけよ。殺すべき者は殺し、追い出すべき者は追い出せ。ここを、濁らせるな。ご苦労様、早く行って客人の宿を手配しろ。はい。お月。君の礼拝、なかなか使えるな。何に使うんだ？礼拝があれば、無駄口を叩かずに済む。あいつと無駄話をする暇はない。これは陛下直々の賜り物、皇帝の威厳を表すものだ。だから貸すわけにはいかない。もし本当に才があるなら、存分に発揮しろ。早く手柄を立て、その時陛下がお喜びになれば、きっと君にも可視されるだろう。もっともだ。お前は何度も五元が無害だと保証した。だが、こいつは素性不明で、行動も軽率。でたらめばかりに、陳としてはとても安心できない。陛下、聖書が示すところ、彼は確かに、帝政を補佐する異数です。その言動については、天外のものゆえ、独自の処世術があるのでしょう。実践でその際を磨くというなら、一職を与えては、その行動を観察し、能力を見極める。陛下、国士の言う通りです。役立たずか名馬か。引き出して走らせればわかります。見かけ倒しか威信か。真の剣が最初に反対します。よし。では明日の町議で、陳は彼を対象学士に任じよう。傍聴を許可する。ご様、感服が届きました。
これ。中は見え。外も見え。スーツより寒い。対象学士。聞こえは立派だが、ただの実習生じゃないか。KPI も指数もない。上昇、陛下が天より降りた王祭を得たと聞く。この老いぼれは、これから若者に頼るしかなさそうだ。上昇はお謙遜を。王祭かどうかは時間が証明する。ただ、朝廷に変わり者が一人増えただけだ。我々は互いに身を慎むべきだろう。この者を味方にできなければ。上昇一派を倒す。陛下、江南は豊かですが、近年災害が頻発しています。国庫を充実させるため、秦は江南の税を3割増やすよう奏上します。万一の備えとして。陛下。江南の民はやっと息をついたばかり。増税は民の恨みを生み、国の元を揺るがします。ご愛嬌、初めて朝廷に出たが、何か見解はあるか？税が増えれば、捜査の余地も大きくなる。上昇が約束した私の分は、少なくともこれくらいだ。この策は見事だ。陛下に取り入れることもでき、我が懐も潤う。陛下、秦が思うに、増税の是非は空論ではありません。上昇は国庫を案じ、上昇は民の暮らしを慮る。双方に道理はあります。しかし秦が管理人で書類を調査した際、江南の税収のうち、国庫に入るのはわずか7割であることを発見しました。残り3割は、損耗や横領などで、少なくありません。今の急務は、過去の税収を監査し、穴を塞ぐことです。穴さえ塞げれば、増税は不要で、国庫は自然と潤います。愛嬌の言葉は的を置いている。ではこの件は、密かに調査を任せよう。必要な書類は、管理員で閲覧せよ。秦、勅命を受けたまわる。手がかりは十分に残しておけ。今夜は誰かが、眠れぬ夜を過ごすだろう。陛下、つまり、重要なのはプロセスの計画と、税収の奨励です。例えば、徴税の過程で、不必要な搾取を減らし、貿易を奨励すれば、課税対象が広がります。愛嬌の言葉に、秦ははっと悟った。ではこの件は、愛嬌に案の最適化を任せよう。秦、ご加盟を受けたまわりました。ようやくまともな仕事が回ってきました。青二歳目。監査。管理人の文書は山のごとく膨大で、しかも多くが欠落や誤りがある。どう手をつけるか見ものだ。李地位に伝えよ。便宜を図らせろ。最初、おっしゃるのは水を濁らせるということですか。真実と虚偽、実と虚。些細なものならば、彼に調べさせ、推測させよ。できれば、自裁証につながる手がかりを。承知いたしました。学士、陛下が税制改革の研究を私に命じられ、江南の過去10年分の税務文書を閲覧する必要があります。ご手配をお願いします。ははは、御大将、密命とは恐れ入ります。下官、当然手配いたします。ただ、この文書は量が多くて、上奏なさっては、整理に少し時間を要します。これらをまずご覧ください。ははは、下官、できる限り探しておりますが。しかし下官、偶然にも気づいたのですが、自裁証派の数名の殿方たちが、この古い帳簿に、特に強い関心を寄せているようです。理由はわかりませんが。災いを自裁証に転化し、犬猿の中にさせる。私を駒に使おうというのか。最後に笑うのは、ちらか見物だ。この老快な連中、表向きは従い、裏では逆らう。実権もなく、味方もいない。部大将、何かお困りですか？八百え、ちょうどよかった。君のその気迫、そこに立つだけで。小物どもは退散する。手伝ってくれ、管理人の門前に立ってくれ。理学士に聞いてくれ、あの文書はどうなっているのかと。お前たちは順羅を続けろ。案内しろ。八百護衛長。どうして
宇治省は職名により事件を調査中。国政の根幹に関わること、陛下は大変ご関心です。私に進捗を確認するようお命じになりました。理学士、何かご困難は？いいえ。困難などございません。下官、直ちに整理いたします。用を徹して整理いたします。陛下の大事を遅らせるような真似は決していたしません。では、理学士、よろしくお願いします。言葉はキーだが、あの偽君子たちよりはよほどマシだ。うまくいった。この不愛想な護衛も、味方に引き入れられる可能性がある。しかし、より大きな予算は、まだ先にあるだろう。我ら女子が朝廷に立つこと、元踊りジュース票を踏むがごとし、CAI 人の老いぼれ、増税を口実に財源を握ろうとしている。私はあえて彼の思う壺にはまらぬ。ウヤン。行いは奇抜だが、しばしば奇策を繰り出す。あるいは、一つの騎兵となり得る。最初は彼の力を借りて、CAI 最小に対抗しようとされているのですね。漁夫の利。たとえ CAI 人を倒せなくとも、彼の計画を混乱させ、ウヤンに注意を向けさせよ。必要に応じて、こっそりと手がかりを渡せ。先日の計画はどうなった？今日の考えは確かに凡人とは違う筋が通っている。長期的な視野に立つ。陛下、老臣が思うに。右大将は若く有能、鍛える絶好の機会です。ちょうど、北幕の使節団が近日中に都に到着します。接待の件は、複雑を極めます。まさにこうした起点の利く人材が必要です。老臣が推薦します。右大将にこの接待を担当させては。ご愛嬌、いかがか？使節は傲慢で問題ばかり起こす。お前、失敗したら、大夏の顔を丸つぶしだ。陛下もお守りできまい。衝突を引き起こせれば、なお良い。謹んでお受けします。この件は今日に一任する。罠を仕掛けるか、どっちがやられるか見てやる。師団長、金金大夏は人材豊富と聞く。今回、がっかりさせないでほしい。必ずや師団長を失望させません。ふん。右大将、金金添付の際と聞く。我が北幕には、算術の秘宝がある。九宮玄方と申す。閣下には、なんだ、大したものかと。数読の原型か。幼稚園レベルだ。使節団長。我が大夏の子供でさえよく遊ぶおもちゃです。貴様。右大将。もう一つと、大夏の国威にかけて。本当の厄介事はこれからだ。陛下、これが我が北幕の国宝と戦記さです。大夏にこの鎖を解ける者がいなければ、約束通り国境の雲上を譲れ。ご愛嬌。露伴差の足がなかなか複雑だ。この鎖は見るも苦もできない。使節団長、これをハイテクと呼ぶのか。我が村の子供の遊びの方が複雑だ。貴様。陛下、この鎖の核心は、牧歌の医術の一端に過ぎぬ。阻止を試すなど少子千万。よし、ご愛嬌またも手柄を立てた。報奨せよ。陛下、右大将は再起間髪、称すべきです。しかし国交が重い。今日は愛嬌のおかげで我が国の威厳を示せた。ボス。秦は知らぬわけがない。国境と北幕の密貿易を。なるほど。人の財の道を断ったか。ウヤンのやつ、人の財の道を断つは父母を殺すに等しい。まず税制改革、次に国交の謀略。このやつはもう止められない。愛事、
宮中の密偵が知らせた。ウヤンが明日カンハヤシーンに行くという。国境防衛の地図を見に。ほう。それが奴の指揮だ。手配せよ。必ずきれいに片付けろ。はい。地蔵はさすがに先を見通している。この情報はすぐに報告しなければ。ウヤン、今度こそどうやって危機を乗り切るか見ものだ。開示、CAI 層の方はすでに手配済みです。明日の管理員の外が、ウヤンの葬儀の場となるでしょう。CAI 層の老いぼれ、さすがに急曽猫を噛むか。それもよかろう。奴が動けば動くほど、手がかりは増える。開示、我々はウヤンに警告すべきでしょうか。あるいは、密かに手を貸す？必要ない。もし彼がこの関門さえ越えられぬなら、本省がこれ以上投資する価値もない。もし運よく死ななければ、CAI 人への憎しみはより深まるだろう。明治を我々が握っている。CAI 層と北幕との間のあの情報取引に関する。曖昧な手がかりを巧みにウヤンに漏らせ。はい、愛知のお考えはお見事で。接待使節団の任務を片付けて、ようやく少し手柄を立てた。今日は国境防衛の地図を調べに行こう。CAI 層のあの老いぼれが、一体国境で何を企んでいるのか。遅刻しそうだ。ターゲット出現。我の指示を待て。かっこいい。さすがは女帝の側近護衛。お前、どうして護衛を連れていないんだ？何がわかるか。これは蛇を穴からおびき出す作戦だ。そうでなければ奴らが馬脚を表すはずがない。あ、待てよ。この男は一見頼りないが、たびたび手柄を立て。陛下に大いに貢献している。人手を増やして保護すべきだ。だが彼がこのようにトラブルを起こすのは、やはら危険が伴う。陛下、資格が使った担当は正式品で、出所は追跡困難です。彼らは訓練され、一撃で倒せなければすぐに撤退します。CAI 人、奴は本当に人が手を出せないと思っているのか。今は証拠不十分。CAI 層を動かせば朝廷が動揺する恐れ。人が迂闊だった。お前を驚かせてしまった。陛下、真に一つの考えがあります。奴らが私を殺そうとするなら、それは私が彼らの確信に触れた証拠。我々はむしろその計略に乗ってやろうではありませんか。すみません。地蔵の帳簿には北幕の機会が記されている。釈刀殺人。その刀を借りようちょうど弾丸が足りない。場所は国境の市場コードネームは人名の略称数字。金額か日付かもしれないあまりに曖昧だ。直接持ち出しても CAI 層を倒せない。かえって警戒を招くだけだ。直接告発は機内だが利用できる。陛下。陛下 CAI 層の討伐は一枚岩ではない。理に釣られてついてくる者を脅されて従う者。そして方向を見失っている者もいる分断し味方につけよう。かっこ撃破しそして自称の部下で過激な者や。この機に乗じて他の異分子を弾圧しようとする助官を。適度に抑え込み内部の亀裂を生じさせる。この計略は見事な権力ある宰相を弱体化させ、朝廷の均衡を安定させることができる。しかしこの策は慎重に慎重を重ねて使わねばならぬ。陳は分かっている。陳自ら手配する。陳、失礼いたします。うやんようやん。お前にはまだどれほどのことが陳に隠されているのか。この見識は朝廷の諸侯をはるかに超えている。お前を戸部証書に任じよう。お前を一品館に任じよう。陛下このお考えは人々の心を収めるためかそれとも私を狙ってのことか。申し上げます CAI 層は薄情で恩知らずです。以前我々が少しでも間違えれば彼は厳しく叱責しました。今日陛下はほんの少し恩賞を与えただけなのに。彼はこのように牽制してきた。ああ。災いは名君にあらず。このようなお坊ちゃま兵たちがどうして陛下の安全を守れようか。超護衛何事も表面だけ見てはいけない。科学的な方法を用いるべきだ。陛下は彼をますます頼りにしている彼の心中には、一体陛下をどう思っているのか。
あの日彼が暗殺されかけた時私は少し慌ててしまったそうすべきではなかった。陛下これが五輪軍の募集結果です。CAI 層の演者たちはごまかして通ろうとしても無理です。彼に弾圧されたが才能ある貧しい家の指定こそが、賢明な選択です。ウヤンまたお前の仕業か。これは明らかに罹患の刑だ。対象見事な手口だ。CAI 層を褒めに預かり恐縮です。全ては陛下のため。大夏のためですから。青二歳目。それではお前が一心に死を求めるなら、老夫がお前を助けてやろう。宮中のあの駒はそろそろ動かす時だ。まさか、あいつ宮中にも手を伸ばしてるのか。ウヤン。お前のことはすでに露見した。探せ。リチー、どういうつもりだ。北爆と内通、証拠は揃っている。捕らえろ。こんな古臭い罠か。シンはウヤンがそんなことをするとは信じられません。聖書に多少の乱れはあるものの、謀反の兆候は見えません。ジンも信じたくない。だが、証人も証拠も彼を指している。囚人監視の中で見つかった以上、ジンがかばえば、人心が離れよう。陛下、証拠は確かです。民心を休んじ朝子を正すため、即刻、国賊を厳罰に処すようお願い申し上げます。まずはウヤンを自宅に軟禁せよ。チンの命令なくして、誰も面会を許さぬ。この件は、チンが自ら調べる。時間は十分だ。ウヤン、どうか持ちこたえてくれ。チンには時間が必要だ。俺は、名探偵コナン800話。神探的人傑を見てきた男だ。こんな雑な、罠の手口、レベルが低すぎる。それに八百越と国士、決定的な証拠を見つけられるか。サイの老狐、今度は俺を殺せなかったら。次は俺がお前を仕留める番だ。ウヤンのやつは嫌いだが。こんな真似は絶対にしない。この箱には何かある。これは、行宝散だ。この香りは長く持続する。高級でこれを好んで使い。CAI 上昇と窮地の中である林大妃だけが、衣類を燻香するのに使うものだ。陛下、雑巾の競争から行宝散の残留物が見つかりました。これは林大妃を指しています。毛が示すには、関心は宮中に潜み、林大妃とその一族は、確かに CAI 上昇と不仲です。なるほど、林大妃か。そして CAI 人よ。よくも高級に手を伸ばしたな。陛下、直ちに林大妃を捕らえましょうか。いや、蛇を驚かせてはならん。国士、明日は占いと祈祷を名目に。この林大妃に会ってこい。八百ゆえ、お前は引き続き内密に調査を続けろ。特にあの通通の匿名の手紙をな。謹んでお受けいたします。ウヤン、もうしばらく我慢してくれ。チンが必ずお前の潔白を証明してみせる。娘、最近白帝神の傍らに味噌あんの木がまとわりつき、小人が悪さをし、宮中を乱す恐れがあります。娘は何かお気づきになりましたか？国士、冗談でしょう。高級は陛下の統治のもと、平穏無事だそうですね。ではなぜ貧道が占うと？怪しい気配が秘伝下の宮殿と深くせき割っているのでしょう。例えば、あってはならない香りなど。国士様、お命乞いします。それは、最小です。彼が私の父と兄の前途と命を脅して、私に機会を伺わせ、あの品を護衛の部屋に置かせたのです。あの箱は彼の手下が私の宮の宦官を通じて、運び込んだのです。中身が賄賂の銀と密書だとは知りませんでした。ご縁、証拠品は自ら見つかり、証人も証拠も揃っている。まだ何か言い訳があるのか？諸官、事件捜査には証拠の連鎖が必要でしょう。この密書が、私と幕北とのやりとりだとおっしゃる。では、どのような紙、どのような墨を使ったのか。どのような伝達経路か。もちろん北幕でよく使われる紙だ。そうですか。この紙は、明らかに宮廷特許の雪並線です。祭壇の跡が新旧まちまちで、
宮廷の記録にある。同じロットの紙の祭壇日とはありません。明らかに後で偽造されたもの。急いで裁断したのです。あの賄賂の銀については、あの箱は、銀よりも意味深長でしょう。林大妃、役人を陥れた罪で霊宮へ。最初、反則不行き届きで親族の脅迫を放任。日は3年の俸禄停止、3日の謹慎。関与した役人は全員罷免。今回はご迷惑をかけた。大丈夫です、ボス。あの老狐どもと戦うのは、ちょうど頭の体操になります。ただ、この一件で、蔡宰相と陳は、もう水と油の中だ。陛下ご心配なく。この一戦で、彼もかなりの実力を露呈しました。これからゆっくり始末しましょう。前に話してくれた前世のこと、陳は最近、ぼんやりとした断片がよぎり、心に大きな疑問がある。ナツソ、あれは夢ではない。前世では君を守れなかった。今世は、絶対に誰にも君を傷つけさせない。母、お様、お帰りなさいませ。下官、すでに上等の、お茶とお菓子をご用意しました。実力こそがこの世で最も有効な通行証だ。蔡宰相がおとなしい今こそ、真の改革を推し進める好機だ。女帝はあのご縁を重用している。聞くところ、単なる長身で、奇抜な技や媚びで上に取り入っただけだそうだ。そうだ。聞くところ、何か北幕の密書事件にも関わっているとか。すでに釈明はしたが、結局は特攻にかける。お話は伺いました。朝廷の公正法と税制改革について。ご意見は教えてやろう。あの男の正体を。奴は成長した、思慮深く手口も多い。以前は最強を牽制するために利用したが、今では虎を飼うようなものだ。もし勢力を得れば。我々を許さない、宰相、もう手出しできない。もしかしたら、まず大きな脅威を除くべきか。話題妹はますます陳を。この未経を軽んじ、素性不明の野郎に。皇風皇羽、王様、蔡上昇。ちょうどご縁の手にあり、騎乗将は、警戒心を抱いた。これは天の恵みだ。そろそろ火に油を注ごう。もっと激しく争わせるのだ。漁夫の利を得られるかもしれん、ははは。科挙目前、出題が選抜の基準、諸教。何か意見は？今回は江南の志士を多く採用せよ。彼らの一族は、老夫と利害が一致する。貧乏な学生は操りやすい、多く抜擢して。蔡教一派に対抗せよ。やはりか。真心から国を思ってはいない。陛下、真に一計あり、最大限。科挙の公平を保障します。戸名登録制を実施し、受験者の姓名、籍貫をすべて封印。専任者が写し取った後、採点官が採点、同時に。採点官は無作為に配布、隔離して連絡を防ぐ。この子は絶対に残せない。陛下、科挙では従来、交換の見識が重視されてきました。戸名登録、無作為配布、こんな方法を聞いたことがない。これは全ての交換の総主を疑うもの。士林の心を冷ますことになります。そうです陛下、科挙は国の根本、安易な変更は。混乱を招き、国のためになりません。呉大御のりは若く。考えは新しいが、必ずしも確実ではない。この法が実施されれば、我々が築いた人脈は、大きく損なわれる。貧乏な学生は制御しにくい。この策は最強を打撃できるが、同時に。よろしい。陳は決めた。今回の科挙は、御教の言う通り新法を施行する何か問題があれば、陳がすべて責任を取る。退け。
このやり方だと、上帝の試験官の大半を敵に回すことになるぞ。彼らを敵に回さなければ、すべての貧乏諸生を敵に回すことになる。そして真の学問を。それに、彼らを追い詰めなければ。どうやって馬脚を表すんだ。天智3号、おつとり、試験部屋の番号のようだ。受験生のコード、さすが最小。まだ手があるな。最小伝、匿名筆者ヘアランダム割り当てで我々が事前に準備した。多くの手段が今は使えません。幸いにも、行員に潜ませたスパイが、いくつかの、重要書生の部屋番号を入手しました。十分です。広範囲に制御できなければ、ピンポイントで懐柔する。あの数人の試験部屋番号を我々のものに教えよう。試験開始後、何か事故を起こさせ、我々に恩を感じさせるのだ。覚えておけ、絶対に痕跡を残すな。はい。最小伝、最小はやはり諦めていません。数人の貧乏女性をピンポイントで回収しようとしています。老狐、棺桶を見るまで涙を流さぬか。厳重に監視せよ。最小の行員での全人員を記録し、彼らがどの試験兵やどの人物と接触したか。将来、彼を倒す確かな証拠となる。では護衛の方は、しばらく動かずにいいよ。まず最強と戦わせておけ。我々は、漁夫の利を得ればよい。ご延命、何をやっているんだ。他の大臣たちと連携して雰囲気を盛り上げるつもりか。受験生をつとり、足元に気をつけろ。これは、素晴らしい文章だ。この者が合格すれば必ず上位に来る。ただこの文章の風格は、記載章や最小の配下のよく知られた書生のものではないようだ。まあよい。文章で死を取ろう。大まかな状況は以上。最小の手川。少なくとも3名の受験生と接触、方法は様々だがみんな巧妙だ。ご苦労。監視を続け、警戒させぬよう。はい。最小は、やはり属心を捨てず。だが、確信の、採点段階さえ守れば、彼女の影響力は限られている。今の鍵は、記載章と、ずっと暗がりで覗いている安志親王だ。彼らは一体何をしようとしているのか。不公平だ。今回の科挙には裏があるに違いない。我々の文章が優れているのになぜ落第した。きっとあのご縁が悪さをしたのだ。そうだ。匿名筆者などとおそらく彼が、我々の名前をすり替えたのだ。貧乏書生をかばい、我踊りじめいかの子を圧迫した。そうだ、不公平だ。私が追い払ってきます。待て。今だけ力で鎮圧すれば、事実を確定させることになる。彼に対する弾圧の告発だ。見てろ。皆さん、科挙が不公正だというが、証拠はあるのか。何の証拠が必要だ。我々が落第したことが証拠だ。そうだ。その理屈なら、飯を食べて喉を詰まらせたら。それは稲作農家の過失。歩いて転んだら。それは道路工事の者の過失になるな。今回の科挙の確信は4文字。唯才是挙。古名で父の身分を見ず、当社で字の美醜を見ず。部屋分け採点で、不正を防ぐ。すべては真の才学のみによる。よし、いいぞ。お前たちに真の才学があれば、科挙を恐れることはない。普段は不学無術、親の庇護に頼るだけ。今、道を塞がれて、狂ったように吠えている。よし、いいぞ。彼は本当に並外れている。このウヤンは口が達者で、テレンテクダも巧みだ。養育危機を収め、関門の心も掴んだ。殿下、この者を我が方にできなければ、
必ずや神服の体感となります。しかも、女帝は彼にどうやら、わかった。計画を前倒しにするときだ。行け、北幕の。足名将軍に手紙を届けろ。こう伝えよう。本王は彼の以前の条件を承諾すると。よし。最小殿、ゴング神王はどうやら北幕と結託しているようです。狙いは小さくない。今日の点は本当に変わりそうです。CAI 人、ウヤン。ゴング神王、周りは狼ばかり。直ちに我々が握っている。CAI 人に関する。韓国との取引の重要な帳簿、そしてゴング神王の北幕との結託の断片的な手がかりを整理せよ。最小、これは卵を一つのカゴに盛るな、か。そろそろ自分のためのご神父を準備する時だ。なんとかしてこれらの手がかりを、より直接的にウヤンの手に渡せ。覚えておけ。彼自身が突き止めたと思わせるのだ。CAI 最小の密貿易帳簿の断片。それと、ゴング神王の。自最小は今度、我が手を借りて。CAI 最小とゴング神王を同時に叩こうとしている。虎を借りて狼を増す攻守だ。だがこの情報は、おそらく本物だ。厄介なことになった。陛下。後継がなんと北幕と結託しようとは。陛下、もし情報が真実なら、ゴング神王の狙いは、おそらく権力の座だけではないでしょう。以前の科挙騒動と合わせて考えると、彼はもっと大きな陰謀を企んでいるはずだ。クーデター。陳。彼を不遇に扱ったことはない。陛下、今は悲しんでいる時ではありません。すぐに準備を始めるべきです。八尾ゆえ。陛下。即刻。兵器の最も忠実な兵馬を動員し、演習を名目にズベロギーエ領馬に接近させる。同時に、すべての親密な武将たち。はい。愛嬌。次はどうすべきかと思うか。嵐が来る。ちょうど一網打尽にできる。後継が北幕と結託している証拠は確実ではないが、信じるに値する終了が迫っている。確かにクーデターを起こす最良の機会だ。陛下、兵器の防衛は調整済みだが、ゴング神王は、軍中で長年勢力を築いてきた。我々が知らない暗記がある恐れがある。下像が乱れ、冷静の傍らに殺気が凝縮している。血の災いは避けられないかもしれないが、スケ星の光は堅固だ。一筋の希望があるようだ。彼らがサプライズパーティーをしたいなら、我々はカウンターテロ演習で、計略に乗せてやろう。具体的には？まず私の独身術を使って、終了前と終了中に、逆に、どの会員や武将が、すでにゴング神王に願いからを特定する。第2に、秘密に、絶対に忠実な部隊を集結させ、外側に反包囲の体制を形成する。第3に、我々には、彼らが必勝と確信し、飛び出してくる餌が必要だ。よし。陳がその餌になろう。終了3日目、陛下は黒風霊地区に入る。あの地形は複雑で、伏撃に適している。その時、私が獅子を率いて直ちに五家を襲う。CAI 最小と王子の方は、CAI 人の老子。ウサギを見なければ鷹を放たないが、彼はすでに宮殿の一部の守衛の交代時間を提供した。これは名乗り状だ。本王が即位したら、彼にも十分な恩恵を与えよう。本王のあの良い妹。最後にもう数日、帝位を楽しませてやろう。家族はすでにゴング神王に監視されている。映画風紀が手の届くところにある。木は静かであろうとしても風は止まない。これらの者たち、終了時には重点的に監視が必要だ。特にこの数人の将軍たち、彼らはおそらく、直接行動に参加する。こんなに多いとは。これは私が確認できたものだけだ。本当の脅威は、もっと深く潜んでいるかもしれない。秋の狩りの時は、必ず陛下から離れないでください。あなたも気をつけて。この感じ、悪くないね。でも本当の試練は、もうすぐやってくる。
ご守護を。本物の刀と槍だ。映画よりずっと刺激的だ。彼のこのような卑劣な手口が意外にも効果的だ。先祖伝来のもの、使えればそれでいい。誰があなたと武徳を語るか。ナツソ。ナツソ、あなたは愚かで無能、用心を任用し、天の怒りと人の恨みを招いた、今日あなたが自ら退位するなら、兄弟の情を考えて、本王はあなたの命を助けよう。オーケー。ついに隠さなくなったね。はははは。共親王。あなたは口々に陛下が愚かだというが、あなたは幕北と結託し、二つの城を割譲することを約束した。彼らがあなたのクーデターを助けるように、それであなたは何をしているのか。国を追って栄誉を求める。あなたはデタラメを言う。私がデタラメを言っているかどうか、あなたの心が一番よく知っている。あなたの屋敷の隠し部屋にある、北漠の足などの、密接な往来の手紙、必要か。みんなに読んで聞かせようか。彼はどうして知っているのか、密室の隠し引き出しは、私の腹心だけが。デタラメだ。本王は忠誠を尽くして国に尽くしている。あなたに汚されるわけにはいかない。将兵たちよ、命令を聞け。はい。女帝過疎と用心護縁。朝廷を混乱させる。捕らえよ。はい。やめろ。陛下の命令により、反乱を平定する。武器を置く者は、殺さない。陛下、共親王と北漠の往復書簡、ここにあります。その状の印象と筆跡は、称号の上間違いありません。この裏切り者め。外敵と結託して権力を図り王位を簒奪しようとは、この老人は本当に目が曇っていた。あなたに騙されそうになった、陛下。秦は罪を償って手柄を立て、この賊を討ち取ります、最強。この裏切り者の小人め。捕らえよ。連行しろ。陛下、秦はあの共親王に脅迫されたのです。最強。あなたは直接反乱に参加していないが、しかし親王と結託した。宮中の機密を漏らしたとは、その心、重すべし。すべての官職を剥奪し、称号を取り上げ、後日取り調べる。邸宅を捜索、没収せよ。生きていれば、まだチャンスはある。老臣、無実です。急いで。今は朝廷の情勢がまだ安定していない。慎重に判断し、再討を。追い詰めて逆上させるわけにはいかない。ウーヤン。秦がもし帝王でなければ、我々はどうなっていただろうか。陛下。この世の情の負債は、前の世よりも厄介なようだな。ご愛嬌は幾度も秦を救い、国家に功績があった。そなたを靖国公に封じ、先祖の法王を与えよう。どうか？陛下のご厚意に感謝します。しかし、秦はその命をお取り下げくださるようお願いします。なぜだ？来て数日で、公爵に封じられるなんて。みんながどう思うでしょう。ええ、実質的なものでもらえませんか。有給休暇を数日いただき、この都をぶらつきたいです。ご愛嬌の謙虚さに、秦は心から喜んでいる。半月の休暇を許そう。陛下、ご様が休暇中、その安全も確保すべきです。秦がその護衛を担当させていただきます。すぐに屋敷内の各地の役人との秘密の手紙を、江南の本宅の隠し部屋へ移せ。都の財産は、換金できるものは早急に換金しろ。はい。息子よ。もし母に何かあれば、お前は言葉と行動に気をつけ、朝廷の争いから遠ざかれ、この財産を持ち、名を変え。平穏に一生を過ごせばそれでよい。母上。
生きなさい。忘れるな、どんな時でも生きることが最も大切だ。これはあなたにぴったりだ。ありがとう。ウーヤン、あなたは私と陛下をどう思っている？いいや、帰ろう。ご愛嬌、反乱は鎮圧されたが、復興すべきことは山積みだ。陳は改革に志を立てたい。どう着手すべきと思う？陛下。秦は公正法を推挙します。役人の実績を数値化し、3つの事柄による公正を主とし、定期的に査定し、優れたものを残し劣ったものを淘汰します。同時に連政寺を設立し、もっぱら長年の懸案を徹底調査し、役場の腐敗を一掃させます。承知いたしました。連政寺は貴殿に総括させよう。連議の権限を与える。最初のターゲットは、記載省とその党派たちの汚職の過去から、徒党を組んだ罪を調査する。記載省は老快で、帳簿は極めて巧妙に隠蔽されているが、偽りの帳簿ならば、必ず論理の破綻と遂行に耐えられない関連性がある。池、工部で工部修繕を担当する大首謀。尋問に連れて来い。最小殿、大守護と流浪中は、護衛に連れ去られました。彼らは、知りすぎています。来るべきものは必ず来る。ただ、最終的に敗れるのが、最強の手によるものではなく、この天から降ってきた若者の手にかかるとは思わなかった。最後の手配をする時が来た。はい。閣下、人を連れて参りました。二人は言うか言わないか。私が言います。あの議員は記載省の指示で、横領プロジェクトを通じて移転させたものです。具体的な行き先は、江南の塩引きと管理の昇進評価です。記載省は確かに何度も名簿上のものを優遇するよう暗示しました。収受した財物の大部分は、記載省が指定した場所に送られました。者ども。はい。二人を牢に連れて行け。はい。そろそろだ。明日、この、最後の相手に会いに行こう。彼がどんな手札を持っているかわからない。陛下、これは秦が歴年結成した徒党の名簿でございます。犯した罪の証拠です。後ろの付録は秦が知る。一部の遊びと外敵との。秦は万死に値します。陛下の感情を求めません。ただ、秦が先帝を長年補佐したことをお思い出しいただき、かつ最終的に悔い改め、この名簿を献上したことを、秦の家族をお許しください。彼らに生きる道を与えてください。記載省は徒党を組んで私利を図り、国庫を横領し、罪証は明白である。しかし先帝補佐の功績を考慮し、年に悔い改め、同党と外敵の証拠を提出したことは国に、履行がある。陳は法外の恩赦を決め、死罪を免ず。
すべての官職と称号を剥奪し、教皇外の別邸に幽閉する。終生出ることを許さない。陛下の不殺の恩に感謝します。陛下万歳万々歳。記載書。年すれば犬放られ、取り尽きれば休下される。御殿にはご自重いただきたい。老臣の後を追わぬようにな。私は君とは違う。私が求めるのは、力でも利益でもない。ただ名君を補佐し、西洋を切り開くためだ。森生。ははは。この朝廷は、人を食う場所だ。君がもっと多くの人の利益に触れたとき、わかるだろ道が違えば、共に測ることはない。陛下。前世について、夢の中の気野中について、一体どこから来たのかについて。陛下。実は私は当事者ではない。私は1000年後の世界から来た。こことは全く異なる世界だ。前世。君の名は気野中、私の恋人だった。私は黒い勢力に抵抗し、共に散った。なぜ記憶を帯びてここに来たのかわからない。私もわからない。なぜ君が女帝になったのか。なるほど、これらすべてが本当だったのか。あの世で君は私を裏切った。この世では、またそうするのか。もうしない。根性根性。こちら来よ。二度としない。陛下と彼には前世の因縁がある。根性も互いに信頼し合っている。私は結局は部外者だ。辺境こそが私の行くべき場所だろう。陛下、下朝廷はようやく安定したが、北境は不安定だ。北幕の野心は、ゴング親王の件で、再び問題を起こす恐れがある。秦は北境への駐留を願い出る。国のために尽力し、陛下の憂いを分かちたい。八百ゆえ。陳はお前の気持ちを知っている。しかしお前は陳の腕だ。教場の方がお前を必要としている。陛下が安らかであれば、秦の願いである。しかし辺境ののろし。もう余将が陳守する必要がある。秦の決意は固い。陛下のご了承を願う。増上を許す。陳はお前を全米公に封じる。北境三陳を統率せよ。陛下に感謝する。無事でいてくれ。不徳と言うな、しっかり陛下を補佐しろ。さもなければ。私の手にある剣が許さない。八百ゆえ。お大事に。五円は数々の戦功を立て、国に忠誠を尽くし、陳と心が通じ合っている。陳は彼を甲府に立て、天下を共に治めたい。陛下、それはなりません。我が大夏は建国100年以来、平民を甲府に立てた例は一度もございません。五円の出自は不明で、来歴も怪しい。朝廷を乱し、皇室の血筋を汚す恐れがあります。皇后、五円の才能は国に大いに貢献している。どうして文字だけで人材を埋もれさせることができようか。陳の気持ちまで裏切るとは。陛下、先祖の決まりは破れず、皇室の格式は失ってはなりません。このものを立てるなら、老臣は先祖に顔向けできません。
あなた、陛下、気を改めてご議論なさってはいかがでしょうか。王様、なぜ私と陛下を阻むのですか。国にとっても家にとっても。あなたに何の益があるというのですか。法を守ることこそ最大の利益です。王様、もし私と協力してくだされば、農作物の収量を少なくとも3割増やせます。湾系の吉田を干害や水害から守れます。これは千秋の功名、歴史に名を残す偉業です。王様はお賢い方。どちらが重要か、ご自身でお決めください。もしこの者の言うことが本当なら、確かに不正の功績、歴史に名を残すものだ。王様、ご覧ください。これが我々の新型好きです。王様、御用の方法で、古老の見立てでは、今年この他の収穫は、少なくとも4割は増えるでしょ歴代の先祖の上に星の示すところでは、ご縁様は、死美帝政の傍らの助姓の生まれ変わりで、陛下と結ばれれば、引用が調和し、我が大夏の国運を流らえさせ、300年の繁栄が期待できます。これは天の意志です。逆らうことはできません。陛下、老臣と喪失一同は、陛下のご意志に従い、御様を公府に立てることに同意いたします。しかし公府の身分は尊く、他の官職も兼ねるとなると、権力が大きすぎ、冷静に合いません。故に老臣、陛下にお願い申し上げます。御様には、帝府として政務に参加していただくが、伝馬さじなどすべての実職は辞していただきたい。陛下、臣は喜んでお受けします。それも良いでしょう。第一線から第二線に退き、戦略を練り、次世代を育てる。これこそ持続可能な発展です。この世では、ついに、あなたを裏切らずに済んだ。夏祖。陛下、おめでとうございます。国境で最近何やら動きがあります。国境でも小規模な騎兵の襲撃が増えています。陽月からの手紙によると、これは普通の略奪とは違う。外敵と権力者を抑え込むだけでなく、この老害たちも片付けなければ。陽月にもっと警戒するよう伝えてくれ。特に食料輸送路と水源地に注意だ。奴らは今回、卑怯な手を使う気だ。うん。すでに彼女に連絡は取ったが、ただ。君と私はすでに夫婦になった。陳は心配している。安心して、私は甲府だ。立場が大きければ大きいほど安全なんだ。もし本当に来るなら、奴らに味わわせてやる。次元の違いというものをな。共親王のこの役立たずめ。幸い、古老計画はとっくに始動している。国士、次は君の出番だ。ははは。藩、ご安心を。表面上の騎兵による撹乱は、ただの陽動に過ぎない。本当の殺し手は、とっくに大夏の都に潜り込んでいる。この中心の毒は無色無臭で、人の精神に徐々に浸透する。最終的には狂乱させて死に至らしめる。最初のターゲットは、あの新任の甲府だ。彼が公の場で醜態を晒し、狂乱すれば、この大夏の女帝は、一体誰を頼りにできるというのか。よし。陳は、奴らの内部から崩壊させてやる。はははははは。
どうしたんだ？低血糖か、それともタイムスリップの後遺症か。無縁、無縁。どうした？顔色が青ざめている。違う。これは普通の疲労じゃない。私の独身術が干渉を受けている。早く大尉を呼んでくれ。甲府の脈は非常に奇妙です。外からの邪気が侵入し、心身を乱しているようですが、普通のものとは異なります。肝気か、それとも中毒か。これは普通の毒ではない。聖域から来た珍しい幻覚性植物の毒素です。大量の薬剤が混ぜられています。長期間微量を投与しなければ効果を発揮しません。毒を持った者の手口は極めて巧妙です。しかも必ず合議内にいて、長期間近距離で接触し続けなければ、術を維持することはできません。内部に本当に裏切り者がいるのか。奴らが私を恥ずかしめようとするなら、わざと醜態を晒してやろう。その時、誰が先に我慢できなくなるか見てやる。やはり問題があったか。あと2日で、彼は必ず醜態を晒す。女帝よ。彼をいつまで信じられるか見ものだ。見つけた。正体は知らないが。逃がさない。奴らの標的は私だ。公衆の面前で恥をかかせたいらしい。時期は2日後。毒の源は宮中にある。この毒を直接抜けば、甲府の根本を傷つける恐れがある。術者本人か媒介を探さねば。陣を敷いて範囲を狭めよう。一刻も早く突き止めよ。必要ない。計略に乗せてやろう。みんなのもの、今日は甲府が講義をなさる。本日はみんなに解説する。算術で最も簡単な情報を。黙れ。みんな黙れ。何も聞こえん。幽霊だ。幽霊がいる。聞こえないのか。早くオフを休ませよ。幽霊がいる。聞こえないのか。幽霊が。無理する必要はない。こうしなければ、ネズミに呪術が効いたと悟らせられようか。そしてすでに確認した、彼が学童の理事公だ。理事公。彼の祖先は確かに北漠の民族の流れ。道理でこのような呪術を使えるわけだ。今こそ、彼はことがなると思い、警戒が最も緩んでいる。まずい。奴らは証拠隠滅か自決を図る。甲府、任はすでに死んだ。媒介も破壊された。死ぬ間際、あなたが中毒だと確信していた。だが、狼王とは誰だ？口封じか。捨て駒だ。古老計画の氷山の一角が、ようやく現れた。狼王は明らかに彼より格上げ、真の脅威は、まだ後ろにいる。
はい、ここにいます。この毒は人を傷つけるだけでなく、内心の恐怖を覗き見て増幅させる。幕北の奴ら、今回は、本気だな。奴らがこうするほど、陳はあなたと共に、一網打尽にしてやる。陛下。甲府。どうだい？毒素はもう抜けた。しかし、甲府様にはまだ数日の静養が必要で、神魂を安定させねばなりません。陛下、理事公は獅子で、これも二の次です。その背後に潜む狼王は、かなり深く隠れています。我々は今、あまりにも元気にすぎます。北の砂漠からの表だった嫌がらせは、まだ続いています。今、八百ゆえは大きなプレッシャーにさらされています。内部には、狼王が潜んでいる。我々は積極的に出撃すべきです。狼王を引き出しましょどうやって引き出す？う。奴らが一番望んでいるのは、私が崩れることだ。ならば、奴らに見せてやろう。回復したばかりで手柄を焦り。そしてミスを犯す王府を。あなたが身を餌にするのですか？餌は十分に香ばしくしなければ。秦は、自ら北境へ運ばれる。重要な軍事品を見に行く準備をしています。狼王が心を動かさないはずがありません。ジャンプは死んだが、彼の最後の言葉。狼王は一人ではないは、陳を本当に不安にさせます。ジャンプは表向きの捨て駒に過ぎない。より深い狼王は、水面下に潜んでいるはずだ。秦が彼の行動を整理したところ、彼は一つの確信をめぐっていることが分かりました。煙鉄申請の妨害です。お前の言う意味は？狼王は、煙鉄申請の命脈を握っているに違いない。それは総雲総督か、あるいは辺境の将軍かもしれません。もしかすると、陛下と毎日国事を語り合う大臣かもしれません。では、彼を引き出す方法はあるのか？明日、秦は朝廷で、辺境貿易を全面的に締め上げることを提案します。そして監察専任官を派遣し、奴らの財の道を断ち、姿を現させましょう。陛下。秦は、辺境貿易を全面的に締め上げ、煙鉄取引を削減することを想像します。また、中間マサジを派遣し、常駐観察を行わせます。陛下、辺境貿易は辺境の安定に関わることであり、そう簡単に変えられるものではありません。ジャンプの一件が警告です。陛下、辺境貿易の抜け穴は、すでに国家の根本を脅かしています。奏上を聞き入れる。10日後、最初の役人が辺境の地へ赴く。しまった、急いで王様に報告しろ。うやんめ、我々の根を断とうというのか。そうです、大人、今どうすればいいのでしょう。奴らが人を送りたがるなら、我々は歓迎してやろう。ははは。雲上のあの場所は、ずっと平穏ではなかっただろう。下官、承知いたしました。ただ、この僅差の暗殺、誰が必ずしも暗殺だと言えるでしょうか。風土病、貴族、事故、ははは。雲上で役人が死ぬなんて、日常茶飯事だ。ははは。王冠これ、ついに動き出したな。孫次郎は屋敷を出ると、すぐに高校の者たちに会いに行った。どうやら、雲上で手を打つつもりらしい。要員を増やして、視察官を護衛しましょうか。いや、手を出させろ。成功したと思わせるんだ。そうすれば、もっと馬脚を表す。これは雲上の森正への密命だ。信頼できるものをあなた自身が選んで派遣してくれ。必ず視察官の安全を守れ。五円のあの小僧を追い詰めてくる。このままやらせたら、我々の長年の努力がすべて水の泡だ。北爆はもう待てない。そうだな。王公、これからどうする？交易が止まれば、我々の財の道が断たれる。俺が言うなら、思い切って都で。でたらめだ。とでは目立ちすぎる。陛下が厳しく調べたら、どう逃れる？では、奴は辺境貿易を締め、視察官を派遣するという。ならば、派遣させなければいい。いや、派遣したものを二度と帰れなくしてやる。その時、朝廷が混乱すれば、陛下も彼を守れまい。おっしゃるのは、
最初の視察団が、雲上へ向かうという件ですか？あの地は状況が複雑で、賊が横行している。僅差が自己死するなんて、ごく普通のことだ。はははは、よし。陛下、魚がかかりました。王冠これらは、きっと雲上で、視察官に手を出すでしょ罠だと分かっていながら、なぜ人を使わす？中心を危険にさらすことになりはしないか。そうしなければ、彼らが幕北と結託し、朝廷の役人を謀殺した確証はつかめない。秦はすでに起点の利く信頼できる者を使わし、上月に、最も有能な護衛を選ばせ、密かに護衛させています。今回、表向きは視察だが、実は蛇を穴からおびき出すため、彼らを現行犯で捕らえるのです。役人の安全は必ず保証せよ。気をつけろ。ここは伏兵に適している。止まれ。かかれ。大人を守れ。この護衛、なぜこんなに強い？任務は失敗だ。王様に許してもらえない。撤退だ。大人、あの族は訓練されていた。普通の山賊では決してない。族の頭目は部下に傷つけられ、左腕に深い傷を負った。そして私の見たところでは、彼らの武術の流れは、軍中のものに似ている。よし。密かに調査せよ雲上及び周辺の兵営を。左腕に心傷のある者を探せ。同時に襲撃の知らせを800里9市で陛下に。さあ網を引き上げる時だ。白昼堂踊り寺直視襲撃は謀反に等しい。秦のために徹底的に調べよ。陛下請還した護衛の報告では、賊とは軍中関係者と疑われます。秦は申し上げます代理次警部監察室の三者会心により凶器及び雲上周辺の兵営を調査し、傷を負った者を見つけ出すこと。よろしい。将軍朝廷が兵営に将兵巡察に来ます。あなたの傷は、数日前の卑属討伐で負ったと言え調べさせよ。しかし傷の新旧は大尉が調べればすぐにわかります。ではどうすればよいというのだ。将軍、大変です。伝馬筋の者が陛下の主要を持って、直接押し入ってきました。何？ひざまずけひざまずけ。陳副官、その傷はどうしたのだ。数日前の卑属討伐で負いました。報道の卑属を撃ったのか、場所はどこだ、死傷者はいくらか。記録はあるか。まだ真実を言わぬか。雲上の卑属は左腕に傷を負った。お前の負傷箇所と傷の様子がそっくりだ。家誰の指図を受けた。卑属に扮して直使大臣を襲撃したのは本当のことを言え。そうすればお前の家族を巻き添えにしないで済むかもしれん。はい王冠、これ王様でございます。孫次郎も彼らが私にやらせたのです。こう言いました。子様の右腕を断ち切るためにと。北幕も了承したと。ことがなった後は。もうすべて終わった。王様、どうぞ我々とご同行ください。陛下連れて参りました。陛下の不安心の信羅は、雲上の手がかりを頼りに芋づる式に、最初の人を明らかにしました。デーブ右次郎王冠の、阿武白防衛副将陳網ら、科挙捜査官職売買北幕残党との内通の疑いが、証拠確実でございます。情勢を乱す罪は許されぬ。陛下神は冤罪です。これは誤嚥のでっち上げです。証拠はすべて偽造です。関係役人を全員罷免し取り調べ天狼へ送れ。厳しく取り調べよ。承知いたしました。王様証拠の偽造箇所を指摘できますか。あの迷信は必ずや偽造できる。帳簿などは全くのでたらめです。では王様、昨年の科挙について説明を。なぜ受験生の答案にあなたの家臣が知る西北推理の革新データが入っていたのか。このデータは科挙の半月前、あなたの書斎の議事録に管理員が記録したものが現れた。
彼はなぜそんな細部まで調べたのか。データ偽造で俺と遊ぶ。俺はビッグデータ。研修受けたんだぜ。王様街から伝言なんとしても耐えろと。家族は面倒を見る耐えろ。口封じだろう。ご縁お前はなんて冷酷な手口だ。陛下王冠これら人の罪状は、ほぼ確定しました。彼らは家境を操り、有能無徳の者を要職に配置し、職権を利用し共振の急進や、北幕残党に朝廷の情報を流し、距離を得ていました。皇府の見解では、この件をどう処すべきか。悪党を戒め朝廷を揺るがさぬよう。主犯を法で厳罰に罪状公表し見せしめに、瞳は分断せよ。同時に我が家居法を推進し、古名予備録種死亡調査を強化し、根本的に再発を防ぐ。一件落着なら良い制度を築こう。これこそ持続可能な発展だ。王冠これ、孫言う分。陳網羅主犯は証拠確実。法により即時斬首その他の共犯は、上場により罷免化る刑。不正で配置された役人は全員罷免調査。北幕王帝は、信を抱き逆賊と結託し、謀反を企てた陛下。新相上す北幕王帝とのすべての公式往来、及び貿易を断絶せよ北幕王帝へ食料馬筆を。売る者は反逆罪とする。よし。本日より北幕王朝を離れ、我が大夏と平和に交わる者には御市を開き、公平な価格で必要な物資を提供する。この一手は、幕北王帝に対して最も厳しい、経済封鎖と政治的孤立を実施したものだ。皇府殿下、この一戦で朝廷内の害虫は大半を一掃できました。皇府の北幕への経済制裁は、10万の精鋭に勝る。王子、過分なお褒めです。殺し合いは野蛮です。経済手段で。彼らを内乱させ、我々は漁夫の利を得る。これこそがコストパフォーマンスだ。制裁と分断係については、我々には師匠がいる。皇府殿下、これにより、国境貿易管理法最速と反経済スパイ法最速が施行され、すべての国境取引は、登録され、貨物数量、取引相手を明確にする必要があります。これで密輸の余地は大幅に縮小します。その通り。知識は力であり、ルールでもある。我々は法律と経済手段で、目に見えない長城を築く時が来た。この個人たちに、ルールで勝つとは何かを教えよ大夏が煙鉄を断つのは、我々の生きる道を断つことだ。各部族の風緑どもめ。国士、打開策はないのか。大汗。強行は損失が大きすぎる。大夏の国境は守備が固い。正面からでは無理なら、もしかすると。別の方法を伝えるかもしれない。聞くところによると、大夏の甲府は実学を非常に重視している。その基盤は理工学院にある。皇子、陛下のご意向は明確で、北幕王帝への封鎖を実施せよとのこと。今、国境に大戦はないが、小規模な密輸。鳥羽族の襲撃が増えている。しかも、より組織的に見える。石膏の報告では、国境に、最近、見慣れない顔ぶれが現れている。普通の正体のようではなく、むしろ地形を偵察し、情報を探っているようだ。命令を伝えよ。国境のすべての検問所で密輸を厳しく取り締まれ。特に塩、鉄、食料だ。有機兵を増派し、追い払い、場合によっては逮捕せよ。すべての不審な人物を、同時に国境の各州府に通知せよ。戸籍を厳しく調査するように。特に最近流入してきた見慣れない顔ぶれを。我々が警戒すべきは、もはや千軍万馬ではなく、暗がりからの覗き見と内部の釘だ。承知いたしました。ウヤンの言う通りだ。見えない戦線は、往々にしてより危険なものだ。直ちに全生徒と交渉に通知し、警戒を強めるように。見知らぬ人と不用意に話さないこと。特に門限を強化し、出入りする者は登録と確認を行うこと。承知いたしました。どうやら幕北は戦略を変えたようだ。軍事的圧力から、情報収集と技術窃盗へ、インフィルトレーションを仕掛けるつもりか。俺が相手になってやろ北幕はどうやら矛を収める気配だ。陛下、表面が穏やかであればあるほど、
水面下は激流が渦巻いています。正面からは勝てないから、必ず別の手を考えてくる。経済、技術、情報、さらには世論までも。我々は倍の注意が必要だ。秦はすでに理工学院に、技術摂取対策と、世論攻撃防止の情報網を準備させた。皇父様はさすがに資料が行き届いていらっしゃる。北爆は、やはり百足の虫で、死んでもなかなか絶えない。大汗の命、いかなる犠牲を払っても、大夏の理工学院を手中に収めよう。農具改良と、水車設計。特に、収量を上げられる肥料の配合を。もし、さらに革新の学生や高所を買収できれば、種に糸目はつけない。理工学院は警備が厳重で、潜入は難しい。彼らに原材料を売る商人を探せ。彼らの家の使用人を探せ。彼らが帰省する学生を探せ。必ず隙はある。公爵、我々が目をつけたいくつかの怪しい正体。そのメンバーは挙動不審で国境の下級役人たちと接触を持っている。どうやら理工学院の学生の帰省ルートと時期を探っているようだ。拉致か買収を企んでいる。命令だ。これらの怪しい正体を厳重に監視せよ。すべての連絡先を把握し、国境の役人を密かに調査せよ。長い糸で大物を釣るのだ。彼らが仕掛けた釘を一文字にする。承知いたしました。我が地盤で小細工をしようとは。あまりにも私を舐めている。小兄弟、今日から来た学生さんか。若くして有望だな。今日では何を学んでいるんだ？いや、ただの政権の書物です。聞くところによると、今日には理商学院というのがあって、そこで珍妙なものを輸入しているそうで。陳北公の命により、北爆の患者を操作する。お前たち、挙動不審だ。我々について来い。連行しろ。大汗、大夏の警戒は厳重で、通常の手段では効果が薄い。どうやら、最後の一手を打つしかない。我々は大夏朝廷の中に、最も深く潜んだ駒が一駒ある。動かす時が来た。この者は好意交換で、かつご縁と救援がある。一体誰だ？最も深く潜んだ狼王が、ついに我慢できなくなったか。それもいい。わざわざ探し回らなくて済む。蛇を穴からおびき出す芝居をやる時が来た。皇父のご懸念はもっともです。技術は国を強くする根本です。もし北爆に簡単に盗まれたら、我が国の優位性は、完全に失われてしまいます。この法律は速やかに交付します。陛下、お秀明です。さらに、秦は理工学院内に、秘密管理部署を設置し、忠実で信頼できる生徒を任命して、互いに監視させ、技術文書の機密レベル管理制度を設計することを提案します。よろしい。これこそ内部統制と情報セキュリティ管理です。現代企業の使い古した手法でも、あなた方には十分学ぶ価値があります。王子、ウヤンの権力は大きすぎませんか？科挙の連生も、今や技術法律も、非常時には、非常の人物を使わねばなりません。彼がいなければ、CAI 人言具神能や、ワンファンツイのような愚かな虫どもは、一掃されなかったでしょう。北爆もこれほど大きな打撃を受けなかったはずです。彼が朝廷に忠誠を尽くす限り、我々は支持すべきです。はい。この若者は行動が型破りですが、常に確信をつきます。確かに得難い大器です。ただ、その力が大きくなりすぎぬ要警戒が必要です。覚えておきなさい。あなた方は単なる生徒ではなく、大夏の未来を守る。希望の守護者です。機密保持は細部にこだわることが肝心です。例えば、使い終わった下書き用紙は適当に捨てずに、一括焼却すること。革新的な課題を議論するときは、
指定された防音室で行うこと。それから、まるでスパイ養成訓練みたいで、なかなか刺激的ですね。ただ、007のような待遇があるかどうかはわかりませんが。これもダメ、あれもダメだと。ただ手をこまねいて待っているつもりか。大汗、お怒りはごもっともです。我々には最後の一手があります。人心を砕くことです。噂を流し、大夏の遊びたちの、ウヤンへの信頼を揺るがすのです。彼が陛下の信頼を失えば、理工学院など恐れるに足りません。我々が埋め込んだ駒たちに、そろそろ働いてもらいましょう。聞きましたか？あの王府様という方は、天から降ってきた大天才などではなく、北幕が送り込んだ艦長だそうです。そんなはずはないでしょう。彼は何度も大きな功績を上げていますよ。それが彼の巧妙なところです。まず陛下の信頼を得て、それから我が国の機密を盗み、北幕と内通するのです。でなければ、なぜ彼が権勢を得た後、北幕は繰り返し打撃を受けたのでしょう。明らかに苦肉の刑で、彼のための道を整えているのです。もっともです。国士。この件についてどうお考えですか？陛下、これは人心を砕く計略に過ぎず、何の証拠もありません。美観を狙ったものです。もし甲府が本当に官庁なら、なぜ陛下をお助けになるのでしょう。内外の敵を粛清し、国を安定させる？こんな稚拙な手口は、ただの急須猫を噛むようなものさ。朕も信じぬ。だが、世間の噂は恐ろしい。都の噂は聞いたか？聞いたよ。筋書きは悪くないが、ロジックが破綻してる。詰めが甘い。俺が内通してたって。何を内通した？大夏を助けて。北幕の同盟国を潰したってのか。経済も破綻させた。北幕の範は俺に。50キロの勲章でも助けるつもりか。油断するな。噂は嘘でも人心を惑わす。心配するな。噂を止める最善策は、塞ぐより導くことだ。すでに手は打ってある。そこの君。昨日の茶店での口論、なかなか面白かった。噂を流す報酬は、暗がりから光へ来る方がいい。俺について来い。条件は抜群だ。安定した俸禄と将来も約束する。いや、そんなものは。はあ。これだけのメンタルでスパイか。評価が低いな。陛下。噂の件、いくつかの源流を探り当てました。が、末端のものを捕まえても意味がありません。真の提案は、理工学院内に、世論観察者を設立すること。学生たちが定期的に民間の噂を収集し、文章にまとめ、戯曲を編成し、より生き生きとした面白い方法で、陛下の人生と普及した法律を広め、幕北の陰謀を暴き、主張を正す。邪説を論破するためです。この策は素晴らしい。よかろう。俺と世論戦をやる。思い知らせてやる。公式の口舌と宣伝マトリックスってやつをな。講談や芝居で任を諭し、三本の大道の中央を進め。善悪の報いは必ずあり、人の世の正しき道は変転する。あの王府様は、まるで芝居の中心のようだ。つまり、北幕の犬め、実に憎たらしい。下賤な手口ばかり使いやがって。役立たずどもめ。全員が役立たずだ。中心計画またも失敗か。大汗、我々は、各部族長と話し合うべきです。大夏の経済封鎖で、各部族から不満の声が上がり、抑えきれなくなりそうです。君の今回の噂対策、なかなか巧妙だった。大したことない。発言権を握り、世論の高みを占めるのは、基本操作だ。彼はいつも、こんな一見取り留めのない方法で、最も厄介な難題を解決する。
尾鷲は独断専行で大夏を敵に回し、今や塩と鉄の供給が断たれた。部族の民が彼に従い続ければ、死を待つだけだ。そうだ、大夏の女帝は約束した。戦いを止めれば、公平な価格で辺境市場を開放すると。なぜ我々が尾鷲の野心のために準じなければならないのか。陛下、北幕八部が連盟で死者を使わし、連盟の結晶を立て祭り、北幕カーセを廃したと申し出た。長老会を設立し、永遠に大夏に侵入し、ただ辺境市場の開放を願うと。草原の民に生きる道を与えてほしいと。よかろう。これは甲府の経済鎖国による、比類なき大功績だ。一兵も損なわずに敵を屈服させる。見よ、経済制裁に内部崩壊。効果は絶大だ。戦争は金がかかりすぎる。甲府はまさに信心、老夫が一杯差し上げよどうぞ。王子、過分なお褒めです。すべては陛下の信頼と少子の奮闘の賜物。同僚の結束、主に相手が弱すぎたからです。経済戦では、まともな抵抗には、とんど合わなかった。北幕が侵入し、辺境の脅威は除かれた。甲府、次はどのようなお考えか。陛下、外患は一時的に収まり、内政を進める時です。土地改革、税制改革、管理の効果。理工学院を全国に普及させ、我々はついに、大臣の計画を始めます。彼が側にいることで、この万里の山河も生き生きと面白くなってきた。陳北高、超越。気球に際し北境守備を命じられ、関心を破り外敵を防ぐ。国威を上げ、功績は永遠。特に陳国公に昇格する。北境の軍政は、引き続き貴殿が管轄せよ。秦、陛下の大恩に感謝し、全力を尽くして、北境の永遠の安寧を守ります。甲府、豪縁、策謀適切、この戦いに対抗を立てる。陳は特に平家王を賜り、軍前にて儀礼を免ず。理工学院の必要経費を3割増額する。陛下のお褒めに感謝しますが、平家王の称号は秦にはそう惜しくありません。秦は陛下と、閣議大臣と、手を携えて進み、大夏の政制を共に作りたい。目立つと風当たりが強いですよ、ボス。この報奨でプレッシャーが増しましたが、殿中での拝見は、なかなかクールです。剣すら持てないかもしれませんが。皆さん、あなた方の知識と汗が証明しました。知識は国の運命を変えられる。北幕将士の心中は、前線の一人一人の兵士のものであり、また、あなた方一人一人のものです。我々は、物の道理を極める学問を、天下の民前手が享受できるようにする。鍵で国を起こし、教育を基本とする。祖先の言葉は真実だった。いつインターネットができるかわからないけど。北幕の動乱が収まり、政情が安定した今こそ。内政改革を推進する絶好の機会だ。甲府が以前提案した。農具と推理、疫道、税制改革などの施策は、今、全面展開できる。北境も休養生息が必要だ。秦は国境の部族を支援し、生産を回復させ、安属関係を安定させる。貿易と文化で平和を維持しよう。王子と国王のおっしゃる通りだ。しかし、天下を取るのは難しくても、国を治めるのはもっと難しい。利益の再分配には、朝廷は表面上は平穏に見えるが、水面下では波乱が収まっていない。土地測量は、兵器で施行する分には問題ないが、全国に広げようとすれば、抵抗は計り知れない。甲府の言う通り、地方の豪族や士大夫たちは、右安は今、編成を欲しいままにしている。理工学院の議員校が、聖人の経典と、対等に扱われるとは、このままでは我々のように先祖の功績に頼り、師匠を読み込んできた者は、どこに身を置けばいいのか。焦るな。陛下は今、彼を信頼している。勢いも盛んだ。しかし、水が満ちれば溢れ、月が満ちれば欠ける。彼が神聖を推し進め、学問の道を広げることは、天下の士大夫や、読書人の根本的利益に触れる。我々は時期を待とう。そうだ。彼には必ず過ちを犯す時が来る。あるいは、我々が過ちを仕向けてやろう。聞くところによると、彼は全国で厄介な、土地測量を実施しようとしている。おじいさん。なぜ新しい種や技術、農具を使わないのですか？旦那様、新しい方法を使いたくないわけじゃないんです。小作量が高すぎて、種を変えて、もし収穫が悪かったら、家族全員が飢え死にしてしまいます。やっぱり昔の方法が安心です。良いものでも、広めるのは難しいものだ。肝心なのは、土地が彼ら自身の手にないことだ。生産手段の所有性の問題は、どこでも革新的な矛盾なんだ。
陛下、新技術や新農具は良いが、民間で普及しない。主な原因は、土地兼併により、農民に土地がないか少なく、新技術を導入する資本と意欲がないことだ。地方の豪族や士大夫は、古い搾取制度に慣れ、新法に表面だけ従い、裏では妨害さえする。甲府、何か良策は？二つの手を同時に打つ必要がある。まず第一に、朝廷が主体となって官能者を設立し、貸付、農具、そして電池を提供する。理工学院の学生を派遣してリスクを軽減する。第二に、土地兼併問題については、地方官と皇族に、余剰の土地は没収するか、重税を課すかだ。これは一国を投じれば千の波を起こす問題。慎重に計画を練り、注意深く進める必要がある。まずは官能者から始めよう。そして成果へ。我々は、宮廷の土地税制の問題点を見つけ出さねばならない。過去のデータを分析し、モデルを構築、問題点を特定する。そして改善点を探り、今後の助定の決断の根拠を提供する。まずは調査だ。データで語らせよう。既得権益者たちが、これ以上ごまかせなくなるように。皇父様が土地改革を推し進めようとしている。これは本来、国と民を利する良いことだ。しかし江南の神聖を支持する劉魚氏は、故郷で、自ら100衣の吉田を併合した。口先ばかりで行動が伴わぬ。義君子ではないか。神聖も、結局は新たな者たちが私腹を肥やすだけだろう。いわゆる神聖とは、徒党を組んで意を排除し、異分子を排除する道具に過ぎない。その通りだ。見よ、江南の劉魚氏や大学ギラを弾劾し、土地を併合したという上層文は調査の結果。額は誇張されていたが、根も葉もない話ではなかった。今、朝廷上下で神聖への疑念の声が、再び上がり始めている。陛下、この件の背後には誰かが動いています。その目的は、単にこの数名の役人を失脚させるだけではないでしょう。土地改革そのものを貶め、今後の制度推進を不可能にすることです。陳もわかっている。だが、確かに彼らに弱点を握られた。甲府、次の計画はどうする？背後にいる者の心根は悪質だ。私が内密に調査し、黒幕を引きずり出そうか。これは要望だ。たとえそれが、狂信脳の残党が他の誰かの仕業だと分かっても、それだけで罪に問うのは難しい。肝心なのはいかがにしりんと、他の神聖支持者の信頼を取り戻すかだ。彼らが土地併合を問題にするなら、我々は正面から答えよう。我々を支持する者も、反対する者も、すべて調査する。徹底的に、明らかにする。天下に示すのだ。同時に、原タレ草案の作成を推進する。議論を人身攻撃から、問題解決へと転換させる。私を泥仕合に引きずり込もうとしても、こちらは新たな局面を開く。政策論争で次元の違う打撃を与える。陛下、最近、朝廷内外で土地併合の件について、議論が多くございます。秦が考えるに、これは国家の根幹に関わり、民の生計を左右する大事です。曖昧な言葉は許されず、ましてや朝廷内の道具になるべきではありません。秦は提案します。原タレ基礎小組とともに、まずは、京都のすべての役人の土地を徹底調査し、一律に定例に従って登記すべきです。登記を張り出し、同時に原タレを制定する。土地の上限に制限を設ける。超過分の買取には重税を課し、民衆を威武する。甲府の源は国の根本、土地の測量は必ず成し遂げねばならぬ。即日より土地清武氏を設立する。そして原タレ基礎チームを。安親王が総理し、甲府右安。戸部尚書、小坂部尚書、そして理工学院が担当する。まずは刑期から手をつけよう。誰であろうと一律に扱う。秦、謹んで命を受けたまわる。社長、豪快だな。これで面白いことになりそうだ。甲府、お前はわしに途方もない厄介事を持ち込んだな。この役目、敵を作りすぎるぞ。へへ、殿下が一握りのものを敵に回しても、民心は得られる。これは割に合う取引だ。それに、殿下という近江の定石がある限り、何が怖いというのか。
下巻、直ちに歴代の魚鱗図冊を収集いたします。そして不正目録を。ただ、年代が古く、誤りや抜けが多いのですが。必要ない。理工学院にデータ分析チームがある。こうした古い帳簿の処理を専門としている。データマイニング、ご存知でしょう。各位のご苦労お察しします。商主が主食を用意しております。こちらへどうぞ。結構です。ご協力をお願いします。地形を出していただき、我々が測量いたします。よくも調べに来たな。和紙のところにまで。早く下々に伝えろ。企業上の仕事にちょっとしたトラブルを起こせ。覚えておけ。合法的なトラブルだ。例えば、事情を知らない農民を数人先導する。正常は増税のためだ、と言わせるのだ。測らせてはいかん。測られれば増税だ。そうだ、追い払え。資料を保護せよ。百姓との衝突は避けるのだ。ご落着ください。増税に来たのではない。免税に来たのですよ。ここにはお前らはいらん。早く帰れ。落ち着け。早く帰れ、帰れ。早く帰ってくれ、お百姓さん。甲府、正常が妨害されている。どう考えるか。陛下、これは予想の範囲内です。民衆は欺かれているのです。臣が提案します。直ちに安民告示を張り出し、宣言してください。景気地区で測量された土地は、来年の風税を1割減免する。さらに、余剰の土地は、他を持たない、あるいは少ない農民に分け与える。価格は優遇する。利益で導き、実利で威武する。よろしい。臣が許可する。直ちに賞を起草せよ。みんな見てください。朝廷が新しく出した免税政策です。そして土地分配の配置図です。村の皆さん。彼らが土地を測ってくれたのは、私たちに減税と土地分配をするためだったんです。私たちは以前、あの黒心の狂信に騙されていたんですね。陛下万歳、甲府様秀明。そうです。陛下万歳。甲府様秀明。陛下万歳。北幕閣部族はほぼ安定、辺境貿易は順調に進んでいます。兵器の土地測量が妨げられていると聞きました。手伝いましょうか。今は大丈夫。あなた陳国公は殺気が強すぎる。地方の豪族を相手にするには、大罪商用すぎます。まずは数日彼らを跳ねさせておき、兵器の施行が成功するのを待ちましょう。実験報告が出てから。朝廷のあの古い連中が、どうやって全国展開に反対するか見てやります。第一段階の目標。経済を整え、模範プロジェクトを作ること。陛下。景気地域、土地測量任務は8割達成。データによると、景気地域の役人だけで、申告を隠して税を納めていないものが、すでに2割に達しています。これから推測すると、目を覆いたくなります。もしこれらの税収をすべて回収できれば、10の理工学院を建て、百姓の3年分の風税を免除するのに十分です。甲府、お疲れ様です。改革は一途な情熱と一つの直令だけではできません。私たちは知恵を使って彼らに見せなければなりません。実際の利益を動かすことは、往々にして魂に触れるよりも難しい。あなたたちは将来各地で役人になるので、このことを必ず心に留めておいてください。表情の波風は穏やかに見えますが、暗流はまだあります。ゴング親王の残党と利益を損なった軍機たちは、このままでは済まないでしょう。私たちが動けば動くほど、早く露見することは分かっています。北境は新たに平定されたばかり、あなたが場を沈める必要があります。貿易と文化で平和を維持し、表情の方は、私が対応できます。あなたもお方を大切に。あなたもね。国境を守ってこそ、私はよりよく推進できます。戦えて信頼できる盟友が、外で沈めていると、心強く感じます。家庭には多少の波乱がありましたが、幸いにも。良いスタートが切れました。兵器も風情のため。一時的に減りましたが、利地は清明になり、民心は帰属しました。長期的に見れば、利は兵を上回ります。次に、私たちは官能者を、土地測量結果と結びつけ、経済で、新しい税制を施行すべきです。同時に、理工学院も重点を水利工事に置くべきです。そして農作物の高収量を増やす方法の理論に。時々あなたと一緒にいると、すべてが驚きに満ちている。
内政改革は始まったばかりで、これからの道は長い。しかし、彼女がそばにいて、この希望に満ちた学生たちがいる。そして八百屋のような頼もしい仲間がいる。どんな挑戦も、楽しみに思える。次の5カ年計画、始めよう。陛下、皇父様、最近、星の動きに少し異変があります。主星は安定していますが、補正の側に、不穏な気がまとわりついているようです。遠方から小人が来る恐れがあり、外部の邪気と、内部の裏切り者との結託にご注意ください。国司は、外部勢力が何かを企んでいて、しかも、それ以外にも、当事者がいるかもしれないというのです。北の砂漠はようやく平定されたばかり、まさか他にも辺境の憂いが？武力による災いではなく、商人や、技術の代に関わるものです。技術窃盗、経済浸透。このシナリオ、よく知っています。海外から来た新鮮宝鏡、人を移すと毛筋までくっきり。そしてこの防友港、ひとたび炊けば悩みを忘れる。店主が新しく仕入れた海外の品。これらの海外の品は高価で、奢侈の風潮が広がりつつある。これはおかしい。どうやら新種の麻薬のようだ。店主さん。陛下、この鏡は単なるガラスで、作り方は簡単です。しかし利益は恐ろしく高い。問題はこの防友港です。これは任の。市場を破壊する毒物が流れています。毒物。もし市場に流れたら、軽くは財産を失い。重くは国が滅びるでしょう。背後にいる者は。その心、注すべきです。皇父様、私の家の不幸な老いたちが、最近この防友港に夢中で、元気がありません。私はこのものに何かあると疑っています。王子、これは毒物です。厳禁すべきです。あの海外商人たちは。背景は調べましたか？東南沿海のいくつかの近江省と関係があります。その背後には和人と、自称、旧菊一派という勢力がついているようです。陛下、このような外部の邪気に対抗するには、多角的な対策が必要です。第一に、税関総署を設立し、輸入貨物、特に、奢侈品や不審な物品の厳重な取り締まりと関税徴収。第二に、防友港などの香料の取引を厳禁する法令を公布し、違反者には重い処罰を。第三に、耐夏魔業を設立し、我が国でより精巧な品物や、器を研究、製造し、国産品で舶来品に対抗し、市場の主導権を取り戻すことです。甲府のお言葉、もっともです。特にこの税関総署と、ズベロギエ商業は、まさに釜底中滝の策と言えましょう。新、操縦を許可する。今回の新たな任務は、我々自身のガラスと鏡の品質を向上させ、価格を下げること。防友港の成分を解明し、その毒性を抑制する方法を研究することだ。真の技術を見せる時が来た。アヘンがわからなくても、この古代版の毒薬に、手を焼くはずがない。先生、大夏朝廷の対応は迅速で、税関と皇室商業を設立しました。我々の貨物の輸入は難しくなり、防友港は特に、問題ない、予想通りだ。大夏の皇帝には、しばらく忙しくさせておこう。我々の重点は、大夏理工学院の革新技術を手に入れること。特に国を富ませ、兵を強くする。彼らが研究している新型肥料と、効率的な水車の設計図だ。今日にいる者たちに、機会を伺うよう伝えよう。長く待っていたよ。旧菊一派の友よ。獅子か、なかなかやるな。相手は確実に手に入れようとしているようだ。陛下、相手の手口はプロフェッショナルで、我々の技術の革新を狙っています。旧菊一派はまだ諦めていないようだな。ならば、大いなる贈り物を贈ろう。同時に。同時に何を？同時に先手を打つ。彼らが技術を欲しがるなら、私から贈り物をしよう。一見完璧に見えるが、実際には革新的な問題がある贈り物を。甲府はまさか、計略に計略で応じるつもりか。その通り。我々が修正した土壌を硬化させる。あの配合を段階的に流出させ、資料を古く見せかける。
本物のように感じさせつつ、まるで、特別な幸運で手に入れたかのように。商業スパイごっこか。偽情報の味を味わわせてやる。先生。ついに手に入れた。直ちに配合に従い大量に調整し、我々が管理する荘園で率先して使用せよ。承知しました。これは、天が我ら旧菊一派を守りたまう。ご縁よご縁、いくらあなたが狡猾でも。この私の足洗い水を飲むことになるわ。先生、この配合があれば、我々の食料生産量は、必ず大きく増える。そうすれば、我々はより多くの資源を掌握し、大夏への侵入をさらに進め、その経済の生命線さえ逆に制することができる。ご縁ごとき、心配するに足らぬ。陛下、あの贈り物はおそらくすでに、旧菊先生の手に渡っているでしょう。時間を計算すると、大規模に使用した。これは本当にうまくいくのか？もし見破られたら。陛下ご安心を、この配合は極めて成功です。革新的な欠陥は深く隠されており、短期間では問題は現れません。むしろ、少し増産の兆しすらあります。ただし3ヶ月以内に、土壌が枯竭し、自力が衰退します。その時にはもう、手遅れです。彼らが投入すればするほど、損失はより深刻になります。影で手を打つか、潰してやる。これは、知識による行為打撃だ。防腐連が成功しました。防有効の依存成分を解析しただけでなく、禁断症状を緩和できる。精神バラの投薬配合を初歩的に研究し終えました。コストは低く、調整も容易です。よろしい。大書とスベロギーエ商業に配布しろ。大量に調整し、低価格の薬局を通じて、無料。もしくは安価で民衆に配布せよ。同時に防有効の危険性と、精神バラの効能を広く告知せよ。承知いたしました。一方で経済打撃、一方で人道的救援。兄貴、この手際は万全だろう。先生、大変です。新しい肥料を使った土地の作物が、最初は生育が良かったのですが、その後、葉が黄色くなり、根も腐ってしまいました。今、膨大な田畑が全滅です。土は石のように硬く、他の肥料を使った電池も、無縁。貴様、私を陥れたな。終わった、長年の蓄え、大量の人力と物力を投入したが、すべてが無駄になった。和光旧菊一派、誤った肥料の使用により、所有する荘園が広範囲で全滅、甚大な損害、内部動揺。その狩猟旧菊先生、激怒のあまり病に倒れ、床に伏す。よし。甲府殿下一本の偽配合で10万の整病に勝る。一平も血を流さず、あの獣に大打撃を与えた。これこそ後進の上策。老臣、感服いたしました。陛下、王子、過分なお言葉です。すべて相手の協力あってこそ。主に相手が欲深すぎたからです。今時の悪役はダメだな。旧菊一派はこの大打撃を受け、短期的には、再び騒動を起こすことは難しい。東南海の属官もこの機会に、一挙に平定できるかもしれない。陛下ご明察。宴会の水師に順羅を強化させ、封鎖し、残党が潜伏する島々を、そして彼らに自由貿易を認め、分断従属させ、旧菊一派の経済的基盤を断つのです。よろしい。経済戦争に心理戦、そしてほんの少しの武力による威嚇を加えた。セットサービス、きっとご満足いただけます。各地の勢力が掃討され、資金源がすべて断たれた。天が我を見捨てたのだ。戦いの罪ではなく、知恵が及ばなかったのだ。この盛世に大敗を浮かべよう。陛下に乾杯。甲府に乾杯。製造は穏やかで、平成と助性が輝き合っている。大夏国の未来は長く続く。この得難い太平に乾杯。さあ、この杯を共に飲もう。この大家族は、なかなかいい。どうやら、まだやるべきことがたくさんあるようだ。そうだな。この盛世が君の願い通り、民の期待通りになるように。理工学院はすでに全国の各州府に創設された。分院の設立は止まらない。現タレもすでに、緊急に整備されつつある。全国に推進する準備はできているか？よし。必ず全国に推進しなければならない。
物事の道理を極めることは、もはや空論ではない。君たち自身の税制改革、経済技術などの問題と結びつけていくのだ。この世に君がいてくれて本当によかった。この世で、君と共にこの森を切り開けた。死んでも悔いはない。風呂場での裸足掛けから生成の創設まで。このタイムスリップ時代は完璧にクリアできたと言えだろう。